おはようございます。安部義俊です。Apple の iPad Pro と iPad Air の発表があって、半日ちょっとぐらいが過ぎて、今5月8日の、夕方ぐらいですけど、Apple にしては珍しく、クラッシュというタイトルのその CM、プロモーション映像が炎上しまして、今はもう時間が経って、なんていうか沈静化したっていうか、割と冷静ないろんな分析とか意見とかが出始めてるようなフェーズで、なのでもう一段落したのかなっていう、感じがするんですけど、さすがにだいぶ、炎上したんで、アップルから何がしかなんか声明なりあるんじゃないかなとは思いますけど、今のところは、そんな感じですかね。で、今朝 iPad を買うかどうかみたいな動画を撮ったついでにというか、その撮り終わってすぐに、そのクラッシュという映像が炎上してるよということを知って、で、一言言わないといけないなと思って、その動画にアップロードする前だったんで慌てて、意見を付け足したりしたんですけど、でその時にふっと怒るっていうことについて、考えたことがあって、ちょっと話がうまくまとまるかどうかわかんないですけど、それについてちょこっと話してみようと思います。人はおっかなびっくり起こらなければいけないんじゃないかなっていう、ことをちょっと考えました。もともと人間が怒るっていう時には自分の怒りが自分が属している集団とか社会の中で同意してもらえるのか、共感されるのか、支持されるのか、みたいなことをあるいは逆に滑っちゃうというか、的外れな怒りであったり、怒りの対象の側に味方する人たちの方が多くて自分が劣勢になっちゃうんじゃないかとか、いろんなことを考えながらおっかなびっくり本来は起こっていたんじゃないかなと思うんですよ。怒りって発作的なっていうか感情的な、反応ですごくバーッと頭が熱くなって後先考えずに言ってしまうように思えて、もちろんそういうなんていうかな、もう目の前で何かが起きている時に、反射的に起きる怒りっていうのもあるんだけど、でも多くの場合に社会に向けてとか意見を言うっていう形での怒りは今言ったみたいに自分の怒りが、共感されたり支持されたりすれば、その集団の中での自分の地位というか何ていうかポジションが上がるし、逆に全く受け入れられなかったり逆に反発を招いたりすれば大きくポジションを下げる、結果になったりするじゃないですか。なので怒るっていう時に感情的に反射的に怒っているように見えて、人間は無意識の中ですごくリスクとリターンを天秤にかけて、このぐらいなら怒れるかなとか、おっかなびっくり恐る恐る、本来は怒っていたんじゃないかなと思うんですよ。それがネットとか SNS みたいなものが普及してくると、みんなの怒りの度合いみたいなものがすごく簡単に可視化されて、それが空気として見えるようになって、そうなってくると自分のこの怒りは表現しても大丈夫、安全とか、これはやばそうとか、そういう判断が怒る前に結果がある程度もう簡単に予想ができるようになってきて、それがだからいわゆるネットの空気ってやつで、アップルに関して言うと多分多くの人がみんなが叩いてる、だから自分も言っても大丈夫みたいな空気を、そんなことは考えてなかったとしても、でも無意識に人間はだから多分怒る時にリスクとリターンを無意識に測っていて、ネットがあることでネットのリアクションを見て怒るかどうかを考えているわけじゃなかったとしても、無意識にそういう反応があるんじゃないかなと。自分はだから YouTube で話をした時にはまだ Twitter とかX とかで周りの人のリアクションを見る前だったんで、奥さんから LINE が来て炎上してるみたいだよって話を聞いて、クラッシュって動画を見て、ああなるほどと思って意見を言ったって感じで、その後で Twitter X とかを見て同じような感じに怒ってる人をたくさん見て、でその時にだから自分の中で無意識に自分の怒りの感情が肯定されるというか強化されていくような感覚を感じて、それがすごく怖いというか危険だなっていう感じを受けて、その時に思ったのは、だから本当はもっとおっかなびっくり恐る恐る自分の怒りが支持されるかなとか、あるいは例えば支持されたとしてもそれが自分の攻撃力が高すぎて相手を傷つけてしまったらどうしようとか、その結果自分が悪者のポジションになってしまったらどうしようとか、いろんなことを考えながら本来は恐る恐る怒ってたはずが、 SNS とかネットで空気が見えるようになってしまったせいで、すごくタガが外れちゃうというか、安全な場所からのびのびと怒れる、ようになってしまって、そうすると怒りを表現するっていうことのリスクがぐっと下がって、メリットっていうかが大きくなるじゃないですか。だからその結果みんなが何か怒っていい対象を見たときに
決して何か悪い感情でとか卑怯な振る舞いってことじゃなくて、無意識に利益の大きさを取りに行っちゃう反応が出ちゃうんだと思うんですよ。だからそれが意図的にネットで憂さ晴らしをしているみたいな、人たちがいるっていうこととは別に、普通に話している人たちの中にも無意識にリスクとリターンの計算のバランスが健全な心だったとしても、ネットの中で怒りを表した時のリスクが可視化されたことで、怒って大丈夫じゃないが見えてしまうことで、なんていうか起こりやすくなったというか、安全に少ないリスクでリターンを取りに行けるようになってしまったみたいなところがあって、結局のところ起こりやすくなったり、あるいはそういうアップルみたいなところがちょっと不手際というか、燃えやすい広告を出してしまったっていう時にブワッと怒りが瞬間的に殺到するみたいな現象が起きるんじゃないかなとふっと思いました。で、それはなんか自分にも当てはまることで、なんかこういうのを本当に気をつけなきゃいけないんだなっていうことをちょっと思いましたね。なので、何かに対して怒りの感情とかが湧いた時に、なんか自分はちゃんとおっかなびっくりしてるかなっていうことを自問自答するといいんじゃないかなと思います。それがなくて、リスクがあまりない状態で、のびのびと起これそうだと思ったら、ちょっと危ないんじゃないかなとか、ちょっと冷静になって時間を置いた方がいいんじゃないかなと。なんかそんなようなことをちょこっと思いました。という、今日の気づきというか、今日、Apple のクラッシュという動画を見て、なんとなく自分が考えたことでありますと。そしてあんなに iPad、買わないって言ってたのに、いや買わないんですけど、そうね、予算の都合で買うことができないという感じで、子供用に iPad 買ってあげてたんだけど、それを落っことして壊しちゃっていやもう困ったなと思ってるところであります。僕が1台買って、僕の今使っている、4年か5年前の iPad が奥さんのとこに行って、奥さんが持ってるさらにもう1世代前の iPad が上の子のとこに行って、みたいな iPad 家族内の分配みたいなことが今必要になってきて、だからでもちょっとまだちょっと買わないですね。上の子もだからちょっと iPad な、絵を描く道具でもあるんで、持たせてあげたくもあるんだけど、やっぱりどうしても、またちょっと話それちゃうけど、やっぱり YouTube の動画とかをずっと見てしまったりして、こうして YouTube 撮ってんのにそれをぼやくのもちょっとどうかと思うんですけど、なかなか難しいですね。なんか、うまく時間をコントロールしたりとかできるようになったら iPad を買い直してあげてもいいのかなとも思うんですけど、っていうようなとこですね。ということで、皆さんもおっかなびっくり起こりましょうということでした。ありがとうございました。はい。